ワンちゃんとの関係を深めるためには、彼らが不快に感じる飼い主さんの行動を理解し、避けることが重要です。ワンちゃんは時に、飼い主さんの特定の行動に、ストレスや不安を感じることがあります。この動画では、ワンちゃんが本当にやめてほしいと思っている飼い主さんの行動に焦点を当て、ワンちゃんが不快に思う行動と、その理由を探ります。ワンちゃんの幸福を守るために、これらの行動を避ける方法を学びましょう。このチャンネルでは、ワンちゃんに関する大切な情報をお届けしています。少しでも興味を持っていただけたら、どこのチャンネルかわからなくなる前に、チャンネル登録をお願いいたします。その1、自己中心的なスキンシップ。ワンちゃんとのスキンシップは、飼い主さんとペットの絆を深める重要な要素ですが、自己中心的なスキンシップはワンちゃんにとってストレスの原因となることがあります。自己中心的なスキンシップとは、ワンちゃんの気持ちを考慮せず、飼い主さんがワンちゃんに強要するような撫で方や抱き方を指します。例えば、ワンちゃんが嫌がるにもかかわらず、強く抱きしめたり、顔や耳を強く触ったりすることなどです。ワンちゃんは人間のように言葉で不快感を表現できないため、このような行為はワンちゃんにとって不快であり、信頼関係を損なう原因にもなります。ワンちゃんとのスキンシップを行う際には、ワンちゃんの反応を注意深く観察し、快適かどうかを確認することが重要です。ワンちゃんがリラックスしている様子であれば、スキンシップを続けることができますが、不安や苛立ちのサインを示している場合は、すぐにスキンシップを中止すべきです。また、ワンちゃんが好む撫で方や、触れられる場所を見つけることも大切です。その2、長時間の留守番を強いる。ワンちゃんにとって、長時間の留守番は深刻なストレスとなることがあります。特に社会性の高い犬種や人間との相互作用を特に求めるワンちゃんにとって、長時間の孤独は不安やストレスを引き起こす原因となります。留守番が長いと、ワンちゃんは退屈や孤独を感じ、分離不安症のような行動障害を示すこともあります。これには、過度の吠え、家具や物の破壊、トイレの失敗などが含まれます。ワンちゃんの留守番時間を適切に管理することは、ワンちゃんの精神的な健康を維持する上で非常に重要です。可能なら、留守番の時間を短縮する、または留守番中にペットシッターやドッグデイケアの利用を検討するなどの対策を取ることが望ましいです。また、ワンちゃんが留守番中に退屈しないように、噛むおもちゃやパズルフィーダーを提供することも効果的です。ワンちゃんにとって、飼い主さんは最も大切な存在であり、飼い主さんの不在は大きなストレスになることがあります。したがって、長時間の留守番を避けるためにも、日々の生活スケジュールを調整し、ワンちゃんが一人でいる時間をなるべく短く保つことが重要です。お留守番の際には、ワンちゃんが安心して過ごせるように環境を整え、十分な運動と遊びの時間を確保することも重要です。ワンちゃんは飼い主さんとの絆を非常に大切にします。飼い主さんの行動がワンちゃんに与える影響を理解し、彼らの幸福と健康を第一に考えることが、愛情あるペットの飼育において最も重要なことです。愛情深く育てられたワンちゃんは、安心感と幸福感を持って、飼い主さんとの生活を楽しむことができます。その3、一貫性のない行動。ワンちゃんは一貫性を重んじる動物であり、飼い主さんの一貫性のない行動に混乱を感じることがあります。例えば、ある時はソファに上がることを許し、また別の時にはそれを禁止するなど、ルールが日によって変わると、ワンちゃんはどのように振る舞えばよいのか理解できず、ストレスを感じる可能性があります。このような一貫性のない指導は、
ワンちゃんに混乱をもたらし、学習や訓練を困難にします。ワンちゃんにとって理解しやすい環境を提供するためには、ルールと期待を明確かつ一貫して守ることが重要です。飼い主さんは、ワンちゃんに対する指示やルールを一貫性を持って適用し、ワンちゃんが予測可能な環境で育つように努めるべきです。これにより、ワンちゃんは安心して行動の指針を見出し、ストレスを軽減できます。その4、不十分な散歩。ワンちゃんにとって散歩は、運動の機会であり、精神的な刺激の源でもあります。不十分な散歩は、ワンちゃんの肉体的、精神的な健康に悪影響を及ぼすことがあります。例えば、散歩時間が短すぎる、頻度が不足している、散歩中の活動が単調であるなど、ワンちゃんのニーズを満たすのに十分でない場合が、これに該当します。これらの状況では、ワンちゃんは適切な運動を得られず、ストレスや退屈、行動の問題を引き起こす可能性があります。ワンちゃんの健康と幸福を維持するためには、日々の散歩を確実に提供し、その質を高めることが重要です。散歩は単なる運動の機会ではなく、ワンちゃんが新しい環境を探索し、様々な刺激を経験するための重要な時間です。飼い主さんは、散歩を楽しく、刺激的で、ワンちゃんの肉体的、及び精神的なニーズを満たすものにすることで、ワンちゃんの健康を促進し、行動問題を予防することができます。その後、抱きしめる。多くの飼い主さんは、ワンちゃんを抱きしめることで愛情を表現しますが、ワンちゃんにとって、この行為は必ずしも快適ではありません。ワンちゃんは自然界では、体を制限されることが危険のサインと捉えることが多く、抱きしめられると圧迫感を感じ、不安やストレスを抱えることがあります。特に、ワンちゃんの個体差によっては、密接な身体的接触を不快に感じる場合もあります。ワンちゃんが抱きしめられることに快適でない場合、耳を後ろに引っ込めたり、顔を背けたり、体をこわばらせたりするなどのサインを見せることがあります。これらのサインは、ワンちゃんが不快であることを示しているため、飼い主さんはこれらのサインに注意を払い、ワンちゃんの快適さを最優先に考えるべきです。愛情を表現する方法としては、ワンちゃんが好む撫で方や軽いタッチ、声での褒め言葉など、ワンちゃんにとって快適な方法を選ぶことが重要です。その6、遅れて叱る。ワンちゃんを訓練する際、時宜を得たフィードバックが非常に重要です。ワンちゃんが何か問題の行動をした場合、その行動直後に適切な指導を行うことが効果的です。しかし、多くの飼い主さんが陥りがちなのが、行動が発生してから時間が経ってからワンちゃんを叱ることです。このような遅れた叱責は、ワンちゃんにとって混乱のもととなり、何がいけなかったのか理解できなくなる可能性があります。ワンちゃんは短期的な記憶を頼りに行動を学びます。問題行動をした直後に適切な反応を示すことで、ワンちゃんは自分の行動とその結果を関連づけることができます。逆に、時間が経ってから叱ると、ワンちゃんはなぜ叱られているのか理解できず、学習効果は著しく低下します。したがって、ワンちゃんを叱る際には、その行動が発生した直後に適切な指導を行うことが重要です。これにより、ワンちゃんは自分の行動を適切に調整し、望ましい行動を学ぶことができるのです。その7、社会交流の強要。ワンちゃんが本当にやめてほしいと思っている飼い主さんの行動の一つに、他のワンちゃんや人との社会交流を強要することがあります。ワンちゃんは個体によって社交性に大きな差があり、中には他のワンちゃんや人に対して消極的、あるいは恐怖を感じるワンちゃんもいます。
このようなワンちゃんに対して、無理に他のワンちゃんや人との交流を強要すると、ストレスや不安を引き起こし、場合によっては攻撃的な行動を引き出す可能性もあります。社会交流を促す際には、ワンちゃんの個性や気持ちを尊重することが重要です。無理に交流をさせるのではなく、ワンちゃんが快適に感じるペースで徐々に慣れさせるようにします。また、交流の際には、ワンちゃんが安心できる環境を提供し、ワンちゃんが不安を感じたら、すぐにその場を離れることが重要です。ワンちゃんの社交性は徐々に育てるものであり、飼い主さんの忍耐と理解が必要です。その8、大きな音にさらす。ワンちゃんは非常に敏感な聴覚を持っており、大きな音にさらされることは彼らにとって大きなストレス源となります。例えば、花火、雷、大きな音楽、掃除機などの大きな音は、多くのワンちゃんにとって恐怖を引き起こす原因となります。これらの音に頻繁にさらされると、ワンちゃんは不安やストレスを感じ、長期的な影響を受けることもあります。ワンちゃんを大きな音から守るためには、飼い主さんが環境を管理し、ワンちゃんがこれらの音にさらされることをできるだけ避けることが重要です。もし避けられない状況であれば、ワンちゃんが安心できる場所を提供し、飼い主さんが穏やかで安心させるような接し方をすることが重要です。例えば、雷が鳴っているときは、ワンちゃんが隠れることができる静かな場所を用意し、落ち着いた声で話しかけたり、優しく撫でたりして、ワンちゃんの不安を和らげる努力をすることが効果的です。また、ワンちゃんが大きな音に慣れるように、徐々に音に鳴らす訓練も有効な方法です。この場合、音のボリュームを徐々に上げていき、ワンちゃんが音に慣れるように、段階的に進めることが大切です。しかし、このような訓練は、ワンちゃんのペースに合わせて行う必要があり、ワンちゃんが恐怖を感じたり、不安を抱えたりするようなら、一時的に訓練を中止することも重要です。ワンちゃんが本当にやめてほしいと思っている飼い主さんの行動を理解し、ワンちゃんの気持ちに配慮した飼育を心がけることが、ワンちゃんとの幸せで健康的な共生につながります。ワンちゃんの行動や感情を観察し、それに応じた適切な対応を取ることで、ワンちゃんは安心して生活することができ、飼い主さんとの信頼関係も深まるでしょう。その9、ワンちゃんを驚かせる。ワンちゃんが本当に嫌がる行動の一つに、突然の大きな音や動きで、ワンちゃんを驚かせることがあります。人間が楽しむために行う、いたずらやサプライズが、ワンちゃんにとっては、非常に不快でストレスの原因となることがあります。ワンちゃんは敏感な動物であり、突然の変化や予期せぬ出来事に強い不安を感じることがあります。例えば、大きな声で急に叫んだり、突然体を動かして驚かせる行動は、ワンちゃんにとって恐怖を感じる出来事となり得ます。ワンちゃんを驚かせる行為は、ワンちゃんの信頼感を損なうだけでなく、ワンちゃんの行動問題を引き起こす原因となることもあります。ワンちゃんに安全で予測可能な環境を提供することが、彼らの心理的な安定につながります。したがって、ワンちゃんの気持ちを考慮し、安心できる環境を維持することが重要です。その10、香水やタバコの匂いをさせる。ワンちゃんは非常に優れた嗅覚を持っており、人間の香水やタバコの匂いがワンちゃんにとって不快である場合があります。強い香水の匂いやタバコの煙は、ワンちゃんの敏感な嗅覚を刺激し、不快感やストレスを引き起こすことがあります。特に、室内でタバコを吸うことは、ワンちゃんにとって健康上のリスクを伴うこともあります。ワンちゃんとの生活を快適にするためには、香水やタバコの使用を控えるか、ワンちゃんがいる場所での使用を避けることが望ましいです。
ワンちゃんが快適に過ごせる環境を提供するためには、室内の空気が清潔で、無臭であることが重要です。また、ワンちゃんと接する前には手を洗うなどして、体から香水やタバコの匂いが付着していないようにすることも、ワンちゃんの快適さを保つための良い習慣です。ワンちゃんの健康と快適さを考慮して、日々の生活習慣に気をつけることが、ワンちゃんとの幸せな共生につながります。その11、無視する。ワンちゃんにとって飼い主さんからの注意と愛情は非常に重要です。しかし、飼い主さんが忙しい、またはワンちゃんの行動に対して不満を持っている場合、ワンちゃんを無視することがあります。ワンちゃんが何かを要求している時や、コミュニケーションを試みている時に、飼い主さんが反応しないことは、ワンちゃんにとって大きなストレスや不安の原因となることがあります。ワンちゃんは社会的な動物であり、無視されることは孤立感や見捨てられた感覚を引き起こす可能性があります。ワンちゃんを無視する代わりに、ポジティブな方法でワンちゃんとコミュニケーションを取ることが重要です。例えば、ワンちゃんが何かを要求している時には、適切な方法で応じたり、代替行動を教えたりすることが効果的です。また、ワンちゃんとの時間を大切にし、日々の生活の中でワンちゃんとの絆を深めるために時間を確保することが、ワンちゃんの幸福感に大きく寄与します。その12、怒鳴る。ワンちゃんが望ましくない行動をしたとき、飼い主さんが怒鳴ることがありますが、これはワンちゃんにとって非常に恐怖を感じる経験です。ワンちゃんは人間の声のトーンや大きさに非常に敏感であり、怒鳴られることは彼らにストレスや恐怖を与えます。怒鳴ることはワンちゃんの問題行動を解決する効果的な方法ではなく、実際には問題を悪化させる可能性があります。ワンちゃんを怒鳴る代わりに、ワンちゃんの行動をポジティブに修正する方法を採用することが重要です。例えば、ワンちゃんが望ましい行動をした時には、褒めたり、ご褒美を与えたりすることで、良い行動を強化します。また、ワンちゃんが望ましくない行動をした場合には、落ち着いた声で指示を与え、適切な行動を教えることが効果的です。ワンちゃんとのコミュニケーションには、常に穏やかで一貫性のあるアプローチが求められます。その13、不適切な食事。ワンちゃんが飼い主さんに対して本当に望まない行動の一つに、不適切な食事の提供があります。ワンちゃんの健康と幸福を維持するためには、栄養バランスの取れた適切な食事が必要です。しかし、時に飼い主さんは人間の食べ物をワンちゃんに与えたり、質の低いペットフードを選んだりしてしまうことがあります。これらの食事はワンちゃんに必要な栄養素を提供できず、長期的には健康問題を引き起こす原因となります。ワンちゃんの食事には、ワンちゃんの年齢、体重、健康状態、活動レベルに合わせた高品質なドッグフードを選ぶことが重要です。また、人間の食べ物の中にはワンちゃんにとって有害なものが多く含まれているため、ワンちゃんに人間の食べ物を与える際には十分な注意が必要です。適切な食事を通じて、ワンちゃんの健康を保ち、幸福感を高めることができます。その14、過剰なしつけ。ワンちゃんに対する過剰なしつけも、ワンちゃんが飼い主さんに望まない行動の一つです。しつけはワンちゃんの社会的スキルを育成し、良い行動を促すために重要ですが、過剰なしつけや厳しすぎるトレーニングは、ワンちゃんにストレスを与え、信頼関係を損なう可能性があります。特に、罰を伴うしつけ方法は、ワンちゃんに恐怖や不安を引き起こし、攻撃性や問題行動を悪化させることがあります。ワンちゃんのしつけにおいては、ポジティブな強化を中心に行うことが重要です。
ワンちゃんが望ましい行動をした際には褒めたり、ご褒美を与えたりすることで、その行動を強化します。また、しつけはワンちゃんの個性やペースに合わせて行い、ワンちゃんが楽しみながら学べるような環境を作ることが大切です。ワンちゃんとのしつけは、信頼関係を築き、相互理解を深める機会となるべきです。その15、鼻を叩く。ワンちゃんを訓練する際に、飼い主さんがしばしば行うのが、ワンちゃんの鼻を叩くことです。ワンちゃんが何か悪いことをしたとき、鼻を軽く叩いて注意を促すことは一般的な方法の一つですが、これはワンちゃんにとって非常に不快な体験です。ワンちゃんの鼻は非常に敏感であり、叩かれることで痛みを感じるだけでなく、信頼関係にも影響を及ぼします。このような方法はワンちゃんにストレスを与え、恐怖心を植え付ける可能性があります。ワンちゃんに何かを教えたいときは、ポジティブな方法を用いることが重要です。例えば、望ましい行動をしたときに褒める、好きなおやつを与えるなどの方法が、ワンちゃんにとっては、はるかに効果的です。ワンちゃんの鼻を叩くことは、ワンちゃんの行動を改善するのに、効果的な方法ではなく、避けるべき行動です。その16、無理やり薬を与える。ワンちゃんが病気の時や予防のために薬を与える必要がある場合、飼い主さんは、時に無理やり薬を飲ませることがあります。この方法はワンちゃんにとって非常に不快であり、恐怖や不信感を生じさせる原因となることがあります。ワンちゃんに薬を与える際は、できるだけストレスをかけず、快適な体験にすることが重要です。薬を与える際には、薬をワンちゃんの好きな食べ物に混ぜて与える、薬を特別なご褒美として扱う、ゆっくりとワンちゃんをなだめながら与えるなどの方法があります。また、ワンちゃんが薬を飲むことに抵抗がある場合は、動物医師に相談して、薬の形状を変更したり、投薬方法についてアドバイスを求めることも有効です。無理やり薬を与えることは、ワンちゃんのストレスを増大させ、飼い主さんとの関係を悪化させる可能性があるため、避けるべきです。その17、運動不足。ワンちゃんが飼い主さんに望むことの一つに、十分な運動の提供があります。運動不足はワンちゃんの健康に多くの悪影響を及ぼすため、日々の散歩や遊びを通じて適切な運動量を確保することが非常に重要です。運動不足は肥満や関節疾患、消化器系の問題、さらには行動問題の原因となることがあります。活発な運動はワンちゃんの身体的健康を維持するだけでなく、精神的な幸福感も高めます。ワンちゃんの運動ニーズは、ワンちゃん種や年齢、健康状態によって異なります。したがって、飼い主さんはワンちゃんの個々のニーズに合わせて、運動プランを立てる必要があります。ワンちゃんとの散歩、ランニング、フリスビー、ボール遊びなど、ワンちゃんが楽しめる活動を取り入れることで、ワンちゃんの運動不足を防ぎ、健康を維持することができます。その18、衛生状態を無視。ワンちゃんの健康と幸福を保つためには、適切な衛生状態の維持が不可欠です。しかし、飼い主さんがワンちゃんの衛生状態を無視することがあります。これには、定期的なグルーミングの欠如、爪の手入れの怠慢、歯磨きの不足などが含まれます。これらの衛生面の怠慢は、皮膚病、耳の感染症、歯周病など、様々な健康問題を引き起こす原因となります。ワンちゃんのグルーミングは、ワンちゃんの健康を守るだけでなく、飼い主さんとワンちゃんとの絆を深める機会でもあります。定期的なブラッシング、シャンプー、耳掃除、爪切り、歯磨きなどは、ワンちゃんの快適さと健康を保つために重要です。これらのケアを怠ることは、
ワンちゃんの幸福にとって不利益であり、飼い主さんとしての責任を果たしていないことになります。ワンちゃんの衛生状態を適切に管理するためには、日常的なグルーミングを習慣にすることが重要です。例えば、定期的なブラッシングは皮膚の健康を保ち、シャンプーは皮膚病の予防に役立ちます。また、爪が長すぎると歩行障害の原因となるため、定期的な爪切りが必要です。さらに、歯の健康は全身の健康に影響を与えるため、日々の歯磨きも欠かせません。これらの衛生管理を適切に行うことで、ワンちゃんは快適で健康な生活を送ることができます。また、飼い主さんとしての愛情の表現ともなり、ワンちゃんとの信頼関係を深めることにもつながります。ワンちゃんの衛生状態を適切に管理することは、ワンちゃんの幸福にとって不可欠な要素であり、ワンちゃんの健康と幸福を保つためには、欠かせない飼い主さんの責任です。ワンちゃんが本当にやめてほしいと思っている飼い主さんの行動の動画を通して、ワンちゃんが不快に感じる飼い主さんの行動を理解しました。過度な抱っこ、大きな音、急な動作などは、ワンちゃんにストレスを与える可能性があります。これらの行動を避け、ワンちゃんの身体的精神的な快適さを考慮することが、ワンちゃんとの健全な関係を維持するために重要です。ワンちゃんの幸福のために、これらの行動を適切に調整しましょう。このチャンネルでは、今後もワンちゃんの大切な情報を発信していきますので、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。では、また次の動画でお会いしましょう。